今回は楓原マハ君のオリジナル料理、雨木春吉の再現をしていきます。端的に言うとアジの干物なわけですが、干物に必要なものは魚、塩、水、酒、そして気候です。このカラカラのもみじ、この湿度と寒さが干物には最適らしいです。ということで早速アジを買いに行きたいと思います。それじゃあまずは市場に行って一番新鮮な食材を選ぶぞ。くれぐれも用心しろ。もうじき魚がおとなしく泳いでくるはずだ。ああ、その可能性が高いと思う。そんなわけないでしょ。次はお皿を探しに行きます。なんかフリーナっぽいのがあるので全く関係ありませんが買いましょう。お皿はどれがいいか。おい、まだかよ。早くしてくれよ。赤紅一種冒険団が話し終わっちまうだろ。悪いな、時間がかかってしまった。待ちくたびれたんじゃないかい。とりあえずこれにしてみます。あと本当はアジの王様と呼ばれる島アジというものを買いたかったのですが、ちょっと課金してしまいましてね。だってすり抜けるから。キャラガチャがすり抜けるだけなら、まだうさなべさんの動画を巡回するだけで何とかなったのですが、武器ガチャまですり抜けられてはどうしようもありません。しかも出たのが風高剣と海遊星53武器という間の悪さ。こんなものもらってどうしろと。気づいたら三角形の青い結晶が私の手に握られていました。不運の連鎖を断ち切れなかった。ではアジをさばいていきます。まずは鱗をかいてから頭を落とします。それ以上言うなよ。もう分かったから口に出すな。まずは皮一枚に切り込みをつけてそれをガイドラインとします。何かのガイドラインのようだ。見せてみろ。そして中骨まで切り開きます。中骨までいったら少し包丁を立てて腹骨と中骨を切り離します。あとは背中まで貫通しないように開き、腹びれか尻びれの付近にあるトゲを抜きます。アジフライの時は取るので取っておきます。一つ一つの生産過程を確実に進めていけば突破口を見つけられるはずだ。血合いに傷をつけてきれいに洗ったら完成です。準備完了だ。続いて塩水作り。塩 100g に水 900ml、酒 100ml で 10% の濃度にします。あとプロの方が黒胡椒を入れるといいと言っていたので、それも入れておきます。調味料の配合を正確に把握しているようだな。知らない配合法だ。そうやって作ることもできるのか。漬け時間はだいたい40分だそうです。ゆっくり休むとよい。触った時にぬめりがあればちゃんと塩が入った証拠なのだとか。あとはペーパーでしっかりと水気を拭き取ります。まずは2、3時間ほど天日干しにしてから一夜干しにしていきます。ゆっくりでいい。うまいものが出来上がるのを待つ時間も興奮させてくれるもんだからな。一夜干しにする際は軒下に移動させて夜露がかかるのを防ぎます。さらに下にも南下風を送っておくといいらしいです。風の赴くままに。2尾あるのでもう一つは冷蔵庫干しにして味がどう違うのか比較したいと思います。ハンディタイプの扇風機をセットしておきます。冷蔵庫内の他のものは密閉されたもののみにします。その間に絵を描いていこうと思います。まずは赤っぽいところをやっていくのですが、アジに隠れて形状が全くわからないので適当にします。なんか思ったよりピンクが出てきました。
キャップの色と実際に出てくる色が違って困惑しています。後で何とかできるのでとりあえず進めます。芸術的加工は美術において重要な構成でもある。続いて金色の部分。細いところはなんとなくわかるのですが、中央部分の太い2本の線がよくわかりません。こんな模様あったかどうかと思って探していたらなんかありました。ですがこれもまたどこかで見たかわかりません。順当に考えれば服だと思うのですが、どうにも見当たりません。お前は何か新しく思いついたか？何か元素爆発で見たよう散らまく惜しみ。な。なんで下で知ったんだ。ぐにゃぐにゃしててよくわかりませんね。借りなく時。それとも貫突のみ特殊なエフェクトが出るとかでしょうか。一点集中。お手上げなのでこのなんかカーブしてる部分を描くことに。船で海を渡っていた頃、暇つぶしに彫刻などをしていたでござる。もしも印象を作るのであれば、拙者も力を貸せるであろう。あとこれは紅葉。戻りまして翌朝のアジです。水分が抜けて二回りほど小さくなってます。あとはこれを焼けばいいのですが、縞模様がないのでちょっと小細工をします。縞模様があるアジかないアジかは、沖を回遊しているタイプのアジか、湾内に住み着いているアジかによって異なるそうです。湾内に住み着いているアジは根付きのアジと呼ばれ、全体的に黄色っぽく脂が乗っていて美味しいそうです。こいつのせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。お酢を塗ってから焼くと網にくっつきづらいとのことで、やってみます。あと7輪でやった方が動画向きではあったのですが、同時に焼けないと食べ比べができないのでグリルにしました。拙者からすれば、ただの魚であろうと、しっかりと焼いた方が旨味がある。あとは動画編集ソフトの色調補正で手を加えたら完成です。そんなのありかよ。ちょっと味見してもいいか？ちょっとだけでいいからさ。これは美味しそうですね。それではまず冷蔵庫星の方から食べてみます。おお、ちゃんと干物になってます。アジフライとかは作るのですが干物は初めてだったので、少し不安だったのですがお店のものと遜色ないですね。続いて一夜干しにした方。こちらの方がふっくらジューシーな感じがして美味しいです。ただに引きとも少し塩を効かせすぎましたね。冬は干物の季節ではあるのですが、アジの季節ではないためサイズが小さく、40分は長かったようです。25分くらいで良かったっぽいです。まったく、藤四郎ね。ということで、ご視聴ありがとうございました。おめでとうございます。あなたはこのよろずや三熊羽兵衛様の名誉会員になりましたの。今後ご注文いただく商品は全品 20% オフで提供いたしますわ。このような待遇を受けたのはあなたが初めてですの。